皆様こんにちは。パソコン博士でございます。この動画は去年の春先ぐらいの動画でして、RC ホビーからドローンを買った後の組み立て動画です。この時に組み立てた時の動画っていうのがしこたま撮ってまして、これを今から少しずつ小出しにして、20回ぐらいに分けて出していきたいと思います。このドローンを買った時の価格が、トータルで101万4543円でした。価格の内訳としまして、ドローン本体と、送信機とその他レーダーとフライトコントローラーのセットが43万円です。そこに流剤散布用のタンクが8万円で、充電器のケーブルが、5000円、充電器の間違えました。バッテリーが1個7万7000円なんで4個買って31万円で、充電器が5万6000円です。でトータルで、88万6000円です。これに送料が、バッテリーの方の送料が5万5000円で、ドローン本体の送料が4万7000円で、トータルで98万9460円です。でそれに、税金が関税がかかりまして、その関税も含めてトータルで101万4543円になりました。取説のないドローンを組み立てていきたいと思います。このドローンの取説はネットで探してもなくて、完成図のようなものがあるだけですので、勘でジグソーパズルのように組み立てていく必要があります。多分こうじゃないかなっていう勘で組み立てていくしかないんで、もしかしたら間違ってるのかもしれないです。で本当は全然違う形が正しいのかもしれないですけども、とりあえず組み立てて飛んでますんで、一応この形も正しいものの一つだと思います。組み立てながら、実はこうじゃなかったとかっていうふうに気づいて、ばらしたり組み立ててばらしたり組み立てたりしてますんで、この動画の通りに組み立てると手間がめちゃくちゃかかると思います。なので最後まで見た後で組み立てる方が多分賢いんじゃないかと思います。こんな感じでネットでいろいろ形をググりながら、組み立ててます。この小さい絵を参考にして組み立てます。ざっくり見れば大まかな形はわかるんですけども、例えば最初にはめないと後ではめることができないような部品がたまにありますので、そこは結構注意しながら組み立てるっていうのもなかなか難しいんで、一旦組み立ててから間違いに気づいてばらしてもう一回組み直すっていうパターンになろうかと思います。これは足になる部分ですね。足になる部分を組み立ててます。ここに後でから別なパーツがつくんで、今組み立ててるのは最終的には一旦ばらします。ちょっとこのまま見てみてください。早送りでもして見てみてください。あとこの今つけようとしているこのパイプなんですけども、このパイプも流剤散布をつけると短いんで、長いパイプに交換しないといけません。なので最初から流剤散布をつける予定であれば、長いパイプを購入してそれをつけた方がいいと思います。じゃないと流剤散布のインペラの部分が地面にぶつかります。
この部分のネジが中が真鍮でできてますんで、何回かやると真鍮にこうかじってダメになるパターンが結構あります。なのでこの部分っていうのはあまり触らない方がいいかもしれないです。ここが、真鍮で目ネジになって、タンクをおネジで固定する構造になってるんですけども、実はこういう構造はすごくタンクの交換がしにくいです。なので、この多分何個かっていうのは何十個か後に動画があると思うんですけども、この部分に長めの、スタッドボルトを立てて、そのスタッドボルトの方に、ナットでタンクを固定した方がすごくやりやすいです。じゃないとこの位置が合わないのと、この真鍮の穴がいかれて必ずダメになります。とこのドローンの甲羅の中がどうなっているのか、多分これが初めて見るところだと思います。ちょっと1年半のことなんであまり記憶にないんですけども、今から初めて開いてみようとしているところだと思います。結構これ作りが良くて、この前作った GX630 とか620に比べて、このカバーと本体の組み合わせが成功にできてます。なので全然こう無理やりはめる感がなくきちっとはまります。で作りも非常にシンプルで、しかも合成が高そうな感じの形状をしています。このフレームだけだと確か値段が8万とか9万とかそんなもんだと思います。でこれに中の伝送系とかプロポが入って40何万ぐらい、多分今だと30万ぐらいで売ってたと思います。ただ円安の影響で日本円にした場合の値段は少し上がってるかもしれないです。ちょっと動画では分かりにくいかもしれないですけども、これの足って言いますか、この腕を差し込むところ全部一箇所一箇所にゴムパッキンがついてまして、中に液体が入らないような仕組みになってます。なのでこういうところがこうゴムでシールされてるっていうのが分かってますんで、使った後とか上から水をぶっかけて洗ってます。中に水が入らないと思ってます。これ今持ってる部分っていうのが甲羅の部分に刺さってる部分っていうのがアルミでできてます。で合成は結構あって、持つときはこのアルミの部分を持つようにしてます。多分このゴムはここに入るんだろうなとか思いながら組み立てるしかないですね。これの説明書がないんで、本当にもうジグソーパズルみたいなものです。ですけども、ちょっと形がっぽいのがあると大体入れようと思うと入ります。もうなんか完成式で飛びそうな感じがしてきました。この時は毎晩大体 2,3 時間ぐらいずつ組み立てをしてました。でなんかわかんない中国語のシールとかいろんなものついてきます。でこれも今からパーツを探そうとしてるんですけども、このドローンの足が入ってきたパーツとかいろんなパーツがあって、段ボールにごっちゃ混ぜに入ってるなんか福袋みたいなやつもあるんですけども、この福袋の中に見たこともないような部品たちがいっぱい入ってます。この時点ではそれが何に使うのかもわかんない状態です。しかもめんどくさいって言いますか、人を惑わすことに必要のない部品も入ってます。他の種類のドローンに使うパーツもめんどくさいんで全部意識を送ってきてるんじゃないかと思います。なんでこういうのが全然意味わかんないですね。今となってみればわかるんですけど、この時は全然意味をわかんないで見てると思います。今左手に持ってるのはスプレーのノズルと、あとはレーダーの取り付け用の杖です。あとはこれ XT コネクターって言うんですけども、この時点では全然 XT コネクターの存在すら知りませんでした。なんか見つけました。これだねとか言ってますね。なんか見つけましたね。これはあれですね。今持ってるのは水をこう通すチューブを固定するパーツですね。でこれは何かっていうふうに考えてるところです。これはですね、ドローンの羽を畳んだ時に固定しておくためのパーツです。ここに畳んだ羽がはまって固定されます。でネジもいろいろついてくるんですけども、このネジが一体何のネジなのかっていう説明がないんで、はまるところにはめてって、あとは足りない分はどっかから持ってくるしかないですね。しかもこのついているネジロックが青色のネジロックついてるんですけども、このネジロックが熱でやられるんで、モーターとかそういう熱が発生する場所にこのネジを使うと緩んで羽が取れてドローンが墜落します。で去年の夏に墜落させたのはこのネジロックがついたネジを過信しすぎたためです。なのでもうネジロックはこの緑色のやつ、青色のやつじゃなくてロックタイトのガッチガチのネジロックをつけることにしてます。多分ネジの長さもまちまちでいろんなタイプのネジがついてくるんですけども、だいたいこういう系のものにはまる柔らかい、ものにはまる時のネジの深さっていうのはネジの予備系の2倍ぐらい入れないとダメです。鉄とかそういうものに対しては1倍とか 1.5 倍ぐらいでいいんですけども、
真鍮とかアルミニウムに入れるときはネジの予備計の2倍、今のネジがこれ M 用のネジなんで 8mm ぐらいネジが入らないと効かないですね。これ今日立の電動ドライバーで作業してるんですけども、この日立の電動ドライバーの回転の止めるとか回転させるっていうのがただのスイッチになってまして、回転数を制御することができません。トルク専用のクラッチはついてるんですけども、クラッチが効いたからっつってモーターが止まるわけでもありません。なので結構これは使いにくい感じがします。前から使ってるんですけども、こういうちっちゃいネジを締めるときはあまり使いやすいものではないです。パナソニックの電動ドライバーは回転数を制御できるような、インパクトドライバーみたいな感じで、その握った量で回転数を制御できるみたいな、そんな仕組みになってます。なのでゆっくり回せて、しかもトルクが来るとモーターが停止します。で、そのギアの遊びも少なくて増し締めするときに結構楽なんで、パナソニックの電動ドライバーは必須じゃないかなと思います。なんで日立を買ったのかっていうのがすごく悔やまれます。で、パナソニックを使ってる人が結構多いんで、現場によりますけども、電気関係の現場に行くとパナソニック以外を使っているともう鼻で笑われるレベルです。多分大工道具とか工事現場とか行ったらマキタとか日立を使ってないと笑われるレベルだと思うんですけども、電気工事の現場に行くともうパナソニックオンリーです。で、さっき言ったパナソニックの電動ドライバーだと締め付ける時の回転数を指先で制御できますんで、間違ってネジが変な形になったままネジ山に合ってないまま無理やり締めるっていうことがなくなります。で、この日立の電動ドライバーはただのスイッチですので、いきなり回転してネジ山が合ってないまま締め付ける可能性があるんで、ネジ山をやっつける可能性があります。で、これが相手が真鍮ですんで、なおさらそういう風な傾向がありますんで、多分この電動ドライバーを使うんであれば手締めした方が多分正しいですね。M5 とかそんぐらいになれば全然問題ないんですけども、M4、M3 でこのドライバーを使うとネジ山をやっつけます。で、この組み立て動画とかタイじゃないですか、この組み立て動画を、韓国の人が作ってる組み立て動画とかってあったんですけども、こういう弱い電動ドライバーじゃなくてインパクトドライバーみたいなもので締め付けてました。なので多分あれはネジ山をバカにしてもそのまま無理くり1回作ればいいやみたいな感じでバラすことを考えないでそのまま組み立ててるんだろうなっていうふうに思います。なので次のドローンを組み立てるときは、電動ドライバーは、パナソニックのやつに買い替えたと思います。よくあるベッセルとかパナソニックとか、あとどこですかね、メーカーちょっとわかんないですけども、ドライバータイプのやつあるじゃないですか。中に電池が1本入ってて、晴天逆転だけするみたいなやつ。あれは多分使わない方がいいと思います。あれはトルク制御もできないんで、多分必ずネジ山をやっつけると思います。なんでこの電動ドライバーもなるべく弱めのトルクにしといて、後で増し締めするような感じで使ってます。カーボンの羽、カーボンの腕を取り付けようとしたところですね。このカーボンの腕がこう折れ曲がった時に固定されるのがさっき持ってたさすまたみたいな部品なんですけども、ちょっと動画に出てくると思うんですけども、後で動画に出てくると思うんですけども、さすまたみたいな部品です。この部分に真鍮のブッシュが入っていて、その真鍮のブッシュとあとピン、ネジじゃなくてピンですね。ストリッパーボルトみたいなピンがあるんですけども、ストリッパーボルトですね。先端がネジになってて、途中がこう、H7 ぐらいの交差で作られているピンがあって、そのピンがこの真鍮のブッシュのところに入って、先端のアームと付け根のアームがこの折れ曲がるヒンジの部分に使用されます。なのでこのドローンが壊れるとすれば多分この部分だと思います。荷重がかかって一番弱いのが多分この部分で、その先端の部分のパイプが折れるとかってのはあんまないような気がします。一番力がかかるのはこのヒンジの部分ですね。ストリッパーボルトだと思ったらただのネジですね。六角穴付きボルトですね。ただの六角穴付きボルトの、ネジじゃない部分の太さが多分この真鍮の部分の太さとぴったり合うように設計されているのかもしれないです。すみません、さっき間違えましたね。ストリッパーボルトなんて高級なものは多分中国製品に使われないと思います。今手で締めているところがまたここに防水用のパッキンが入ってます。でこのパッキンが入っているおかげで、このヒンジの部分の中にも水が入らないような設計になってます。どうやらこの構造が理解したようで、あと残りの5本をつけていくような雰囲気になってます。多分こういうのをここにこれがはまるんじゃないかっていうような感じで
気づきながらって言いますか、発見しながら作っていく形になるんで、多分昔ゲームをしてダンジョンを解いていたような人が得意なんじゃないかなっていう気がします。なんで昔からゲームをしないで生活してきた人は、もしかするとこれを組み立てる能力が欠如している可能性があります。この部品が何に使うかまだ気づいてないですね。この部品はそういう感じじゃないんですよ、本当は。これはですね、折れ曲がった時に固定するパーツです。気づきそうですね。そうです、そんな感じです。で、こんな感じでついて、そこに固定されます。そうすると、アームを折れ曲がった時の、折れ曲がったアームを固定するためのさすまたになります。今はアハ体験してますね。効果とかって言ってるんで、もうここで気づいてます。なんで謎に気づいたんで、あとは組み立てるだけです。これはホースを固定する部品ですね。アームにホースを固定する部品で、よくわかんないので多分放置状態ですね。で、とりあえず写真を見てどうなってるのかっていうのを、これあれですね、RC ホビーの方が作っていた組み立てマニュアルみたいなもんで、あまり詳しくないやつですね。なんかアップデートするっていうふうに言ってたんですけども、アップデートなったんでしょうか。あれから1年半ぐらい経ってますけども、これがモーターです。今からモーターを取り付けようと思ってるみたいです。モーターは実は最後の最後でいいような気がするんですけども、多分もうモーター取り付けたくてたまんないですね。これのモーターがですね、CW と CCW があって、互い違いに、CW、CCW、晴天逆転をつけないといけないです。時計回りと反時計回りですね。で、どの場所が CW でどの場所が CCW かっていうのはあらかじめ決まってまして、これはフライトコントローラーの設定がそうなってます。フライトコントローラーの設定通りにしないとダメです。ついてる線が結構太くてですね、多分パッと見 5.5 スクエアぐらいの線じゃないかと思います。なんで 100A ぐらい流しても OK なぐらいの線がついてきます。今このなんかついてきてる部品、この輪っかの意味がわからないとかでやってるんですけど、実はこの部品は使用しません。この部品はですね、なんか違うものをつけるときのための部品みたいですね。こういう風につきそうなんですけども、実はこれ使用しないですね。違うプロペラをつけるときに使うもんじゃないかと思ってます。
これは本当はですね、変素チューブとか巻くといいんですけども、そういうのが多分ないんで巻かないでそのままやっちゃうのかもしれないですね。ちょっと記憶ないですけども、なんかそういうチューブがついてんじゃないか的な感じで探してるんですけども、多分なかったはずです。あったかもしれないですけど、なかったような気がすごくします。あ、そういうですね、変素チューブってそういうチューブですね。なんか確か自分で買ったかどっかから持ってきたかしたような記憶があります。なんか独り言で言ってるんですけど、これはメッシュのチューブ、変素チューブをどっかから切ってこようっていうような画策をしているように聞こえます。切ってくるって言わないですかね、そこら辺の地域では。うちのところでは切ってくる、ペッてくるっていう感じの言い方するんですけども、中学生ぐらいが。大人になると言わないですけど、中学生ぐらいを言ってると思います。でこのモーターの取り付けなんですけど、今は多分適当に取り付けると思うんですけども、本当は水平を出して取り付けないと多分ダメで、ダメっていうわけじゃないですけども、その方が負荷がなく、低負荷で飛べると思います。この日は2時間21分作業したようですね。記録から見るとそのぐらい動画が撮られてました。なんで多分夜の10時半とかそんな感じだと思います。でこのストーブも 2,3 日で、20リッターぐらい石油を消費しますんで、組み立てコストが半端ない状態で、白飯が食えなくなってます。なんでほとんど、さつまいもを混ぜたような麦飯みたいなものか、もしくは冷えや泡などを食うしかない状態になってます。今年も石油価格が高騰して冷えや泡を食うしかない状態になってまして、田んぼに冷えや泡を逆に植えようかなと思ってます。あそこに置いてあるのがなんかよく見るとスーパードライが半分ぐらい残ってる感じがしますね。これもしかして飲みながら組み立ててるんでしょうか。